今日は彩り鮮やかな押し寿司を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日は彩り華やかな押し寿司を作りたいと思います。押し寿司を作る時に専用の型があるんですけれども、今回そちらを使いますが、100円ショップに売っているタッパーでもね、同じように作ることができるので、タッパーで作る方法も簡単にご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに酢飯の材料をご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩、甘酢生姜、大葉、白ごまです。今回はこちらの材料で酢飯を作っていきます。で、お酢に関してはおすすめは米酢です。少しね、米酢だとまろやかな味わいに仕上がります。ベーシックな穀物酢を使っていただいても OK です。またはね、寿司酢なども売ってますので、そちらを使っていただいても大丈夫です。その場合はね、お砂糖とか塩は除いてください。あとは今回酢飯の中に甘酢生姜と大葉と白ごまも一緒に混ぜていきます。ではね、まず最初に酢飯から作っていきます。まず大葉を切っておきましょう。大葉はこの茎を揃えて、まず茎の部分を切ります。で、今回はね、3枚使うんですが、お好みの量入れていただいて大丈夫です。で、そしたらこの茎の部分からくるくるくるっと大葉を巻いてください。まず半分に切ります。この切った部分を重ねて 3mm 幅ぐらいに切っていきます。大葉はこれで OK です。続いて生姜です。千切りしていきます。で、千切りしたらちょっとね 2,3 回こうやって切りましょう。粗めのみじん切りみたいな感じですね。甘酢生姜はこれで OK です。それでは調味料を合わせちゃいます。お酢とあとお砂糖、そして塩を入れます。これを混ぜます。はい、酢飯の調味料はこれで OK です。この後温かいご飯に混ぜるので、少しねお砂糖のシャリッという感じが残っていても大丈夫です。それではご飯に混ぜていきます。で、ご飯はですね熱々の状態で作るようにしてください。そしてあと酢飯をね作る場合は普段よりねちょっと固めに炊いていただくのがおすすめです。この熱々のご飯に先ほど混ぜた調味料を入れます。そしたら手早くねこう広げながらご飯を切るように混ぜていきます。このようにしっかりねご飯の塊もなく全体的にまんべんなく調味料が行き渡れば OK です。それではここに大葉とあと甘酢生姜、そして白ごまを入れます。これをよく混ぜましょう。で、大葉はねこうやって散らして混ぜてください。ピンク色の甘酢生姜を使うとねこんな感じで彩りもね可愛くなります。酢飯はこれで OK です。そしたら少しねこうやって広げて乾燥しないように軽くねふわっとラップをして粗熱を取ります。続いてですねトッピングなどの材料をご紹介します。材料はこちらです。蒸しエビ、サーモン、昆布の佃煮、絹さや、卵、桜でんぶ、とびっこ、お水です。こちらの材料で作っていきます。とびっこと桜でんぶはね押し寿司ができた後にトッピングで使おうかなと思います。で、卵はですね錦糸卵にしていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではね錦糸卵を作っていきます。ボウルにまず卵を入れます。で、そしたらですね卵1個に対して大さじ1の水を入れてください。そうすると柔らかいねふわっとした錦糸卵に仕上がります。ではこれをよく混ぜましょう。はい、このようによく溶きほぐしてください。この錦糸卵を作る時のポイントなんですけれども、一度この卵液をこしてください。そうすることでとてもね仕上がりが綺麗な錦糸卵になります。ちょっとひと手間なので、もし時間がある時はねやってみてください。卵液はこれで OK です。あとね卵にこの時ね味をつけたい場合はお砂糖と塩を入れていただいても OK です。今回はね他に結構味わいがあるので何も味付けをしない状態で作っていきます。フライパンで焼いて錦糸卵を作っていきます。まずサラダ油ですね。こちら分量外です。薄く敷きましょう。はい、このぐらいね薄く引くぐらいで OK です。そうしましたら火をつけます。で、火加減は強火です。15秒このまま強火にかけます。で、15秒経ったら卵液を流し込みます。
ジャバジャバーっと。そしてフライパンを回して卵液を広げます。よいしょ、こんな感じでね、広げてください。このように上の卵液が動かなくなったらまた下に戻して、このまま10秒強火で加熱します。はい、そしたらもう火を止めてください。火を止めた状態ですね。このまま1分待ちます。はい、今1分経ちました。1分経つとこのようにね、フライパンの縁の部分がペロッと剥がれます。なのでこの剥がれた部分をやけどしないように持っていただいて、ペロペロペローと剥がします。で、剥がしたら菜箸などを1本入れてかけます。で、ペペペペペーっと持ち上げて裏返します。ちょっとずれちゃいましたね。はい、このように裏返します。で、あとはまた中火で10秒加熱します。はい、10秒経ったので火を止めます。これで薄焼き卵の完成です。あとはこれを切って錦糸卵にしていきます。はい、まな板に出しました。この方法で作っていただくとこんなに綺麗な薄焼き卵に仕上がります。そしたらですね、まずこれを手前からくるくる巻きます。で、あとはこれを半分に切ります。よいしょ。そして重ねて、で、切り口の部分を揃えていただいて、だいたい3 m m から5 m m ぐらいの幅に切っていきます。太めが好きな方は太めに切っていただいても OK です。で、あとはね、パラーっと広げていただいて、はい、これで簡単な錦糸卵の完成です。続いてね、絹さやです。で、絹さやはこの上の部分をピッと取って、で、筋をね、取ります。こんな感じ。はい、こんな感じです。はい、で、今回3本から4本ぐらいですね、準備しておきます。ではね、絹さやを茹でます。フライパンにお水を入れて、塩小さじ1/2ぐらいですかね、パーッと入れていただいて、まずね、沸騰させます。で、沸騰したらここに絹さやを入れて、だいたいね50秒ぐらいかな、茹でます。はい、 OK です。そしたらお湯を取ります。で、このようにお湯から出したら水に浸して冷ましましょう。ではね、蒸しエビの殻を剥いていきます。スーパーに蒸してあるエビがあるので、そちら使っていただくととてもね、楽ちんかなと思います。はい、こんな感じ。このように剥きました。このエビは半分にスライスします。切りやすい方法でね、切ってください。はい、エビはね、このように半分にスライスして使います。今回私はですね、こちらの押し寿司のね、この型を使って作っていきたいと思います。で、これね、タッパーでも簡単に作れるので、そのやり方もね、後ほど紹介していきます。まずこの型にラップを敷きます。これラップを敷いておかないと、このね、ヒノキのこの型に結構くっついちゃうので、ラップをね、きちんと敷いておきましょう。ではね、まずこのね、底の部分にエビを敷きます。はい、こんな感じ。続いてサーモンですね。サーモンもお好みの感じで敷き詰めてください。で、ちょっと大きいものは切って敷き詰めます。はい、こんな感じです。で、あとはこの間に絹さやはね、適当な大きさに切っていただいて OK です。これを間に敷き詰めていきます。はい、絹さやはね、こんな感じで一直線になるように敷き詰めます。そして錦糸卵をのせます。錦糸卵はね、全体にのせましょう。今このような状態です。作っておいた酢飯を入れます。で、ちょっとキュッキュッキュッとヘラでね、押さえながら敷き詰めていきます。この酢飯の間に今度は佃煮。これね、今回ね、昆布の佃煮を使っているんですが、椎茸のね、佃煮とか入れていただいても OK です。で、最後ですね、また上から酢飯をかぶせます。今こんな感じです。それではこれをね、ラップで包みます。軽くね、キュッと手で押さえて、最後こちら押し寿司の蓋でギューッと押します。よいしょ。ピタッとね、ご飯が詰まれば OK です。で、まずこのようにね、上のラップを剥がして、で、お皿かこういった板を乗せて、で、くるっと返します。そしてパカッと、はい、こんな感じ。
で肩も外します。そしてラップを取ります。さっと。はい、このようにね綺麗に仕上がりました。で最後ね、あとはもうお好みです。こちらをトッピングしていきます。であとは桜でんぷ。これでいかがでしょうか。これで完成です。それではタッパーで作る方法をご紹介していきます。ちょっとちっちゃめのタッパーを使って簡単に作り方だけでご紹介していきたいと思います。まずこちらも同様にラップを敷いてください。具材を並べていきます。さらにお手軽に買えるこちらカニカマですね。カニカマをこちらでは入れていきたいと思います。こんな感じで、あとねこっちには枝豆を入れようかなと思います。こんな感じで両端に枝豆を入れました。この上にじゃあ錦糸卵をねのせます。はい、こんな感じで、あとはここに酢飯ですね。今回はちょっとね普通のご飯をね入れるんですけど、ここにね酢飯を入れていただいて、このご飯を入れた時点で一度上からラップをして手でねこうギュッギュッギュッと押さえてください。結構ね思いっきり押さえていただいて OK です。はい、でペロペロっと剥がしていただいて、このように敷き詰めます。あとねこっちは間に桜でんぶを入れたいと思います。このねトッピングとかは本当いろいろアレンジができるので、お好みでねやってみてください。で最後ですね、またご飯を詰めます。でこうやってねヘラでちょっと押さえつつご飯を詰めて、で最後はラップを上にかぶせて、そしてまた手で押さえます。はい、これで OK です。ではこれをね上のラップを剥がして、であとはお皿をかぶせてくるりっぱとして、そして型を外します。よいしょ。はい、いかがでしょうか。こんな感じに仕上がりました。タッパーで作っていただいてもこのように綺麗に押し寿司を作ることができます。これで押し寿司の完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね上にとびっこと桜でんぷをねトッピングしました。上から見るとこんな感じです。はい、でご飯にもこうやってピンクのね甘酢生姜が入っているので可愛く仕上がってます。それではいただきたいと思います。色鮮やかで食欲も湧いてきますね。いただきます。おいしい。酢飯に甘酢生姜が入っていて、食感のアクセントとあと味のアクセントになってとても美味しいです。酢飯の間に今回はね昆布の佃煮を入れてるので、結構味はしっかりしているので、お醤油とかはお好みでつけて召し上がってみてください。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の押し寿司のポイントです。まず酢飯についてなんですけれども、お酢の種類はお好みのものを使っていただいて OK です。個人的には米酢がおすすめです。酢飯を作る時のポイントとしては、熱々のご飯でかつねちょっと固めに炊いていただくとちょうどいいかなと思います。今回はですね酢飯の中に大葉と甘酢生姜、そして白ごまを加えました。甘酢生姜を加えると食感にもアクセントがあって、かつねさっぱりと召し上がっていただけると思います。そして錦糸卵についてなんですけれども、卵は一度こしていただくととても綺麗な錦糸卵に仕上げることができます。で焼く時のポイントとしては、強火で15秒加熱して卵液を流し込んでフライパン全体に広げた後、強火で10秒加熱してください。そしたらあとはもう火を止めて1分待っていただくと周りがペロペロっと剥がれてきます。あとは裏返して中火で10秒から15秒ほど加熱していただくだけで簡単に作ることができます。ぜひこの方法でやってみてください。最後にですね、簡単にタッパーで作る方法もご紹介しました。100円ショップに売っているタッパーでも手軽に作ることができます。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日は彩り鮮やかな押し寿司を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。